肉のりの村田でございます。秋本番にきのこご飯、松茸ちょっとぐらい入れたいけどね、高いんでお好みによって松茸入れてください。スーパーに売ってるきのこばっかりできのこご飯を作りたいと思います。それでも十分美味しいですし、なんか秋の感じが出ますんで、ぜひしてみてください。これしめじですね。はい、しめじ、この石突きのところを切りまして、こうやってちょっとこうさばいといてください。これは白舞茸、ネズミ色のもありますけども、白い方がご飯が黒くなりません。直接生のまま炊くとご飯が真っ黒くになります。ですから白いの方がいいと思います。これ根元の方はちょっと刻んでおきます。昔はこんな白い舞茸でなかったですけどね、この頃はどこのスーパーでも売ってるようになりました。で、あんまり長くて大きいやつ、これもまあ2つとか3つに切っといてもらったらいいですよね。このね舞茸で結構ね味が出るんですね。でこれエリンギ、食感が松茸みたいなんで、これもだいたい喉に詰まらんように3センチ以下に切る方がよろしいな。でキノコは大方水ですので、あんまり細かく切りすぎたら何やわけわからんようになりますんで、ある程度の大きさにしとかないと炊き上がった時になんかくずの寄せ集めみたいになりますから。はい、しいたけも石突きを取って、別にしいたけもこうやって細かく裂いたら一緒に入れて食べてもいいんですよ。いつでも石突きはこれは食べられへん思わんと、ほんまに硬いとこでもう取ってありますから、これを細かくこう手で裂いて一緒に食べたらよろしいんで。でこれをどのように切るかっていうのは、どのように見せたいかによりますわね。まあ一番簡単なのはもうこうやってこのまま切ったらよろしいんね。放射線状に切るとコロコロと噛み応えがありますわね。今日のしいたけちょっと小さめですけど、炊き込みご飯の時は小さめがいいとかっていうのはあるんですか？分厚いしいたけあるじゃないですか。高いですわな。安いのこれが一番安いです。別にそんな厚いのが必要かと言われるとなかなか難しいね。油揚げですね。油があった方が美味しいんでね、1寸ぐらいに切って、先ほどと同じですね、7ミリぐらいにこれで具が全部できました。これはやっぱりね、だしの方が美味しいですね。だしがなかったら昆布だけでも引いといてもらうとか、そういう方がよろしいですね。味付けですけども薄口でしょ。で京都やったら薄口ばっかり炊くことが多いんですけど、だからきのこの場合はね、ちょっと濃い口入れた方がね、色がこう濃い茶色になりますから。これお酒ですね。お酒と、濃い口醤油、薄口醤油入りました。料理屋はもっと薄いんです、味が。いろいろ食べてきて後にご飯で、料理屋の炊き込みっていうのは結構薄いです。お米はつや姫です。うちはずっとつや姫です。でこれを洗い上げて、30分ざるにを上げておきます。カップ1杯の洗い米と、カップ1杯の、だしでちょうどええ加減になります。できのここんだけ入るから水増やさなあかんやろかって、そんな必要ないです。どんな炊き込みご飯でもそれは必要ないです。普通のご飯炊くときと同じように、上に盛り上がろうが何しようがそのまま入れたらいいんです。だからよう失敗しはんのは、炊き込みやから具がいっぱい入るから水を増やそうかなっていうふうによう思わはると、べちゃべちゃの炊き込みになります。これちょっと多すぎのちゃうかと思うでしょ。こうやって炊き上がるとそんなことないんです。こういう、鍋とか釜で炊くときは強火で沸いたら弱火にして、あと10分ぐらいで火を止めて蒸らすと、それで炊き上がります。だいたい20分ぐらいで炊き上がりますけど、炊飯器で炊くとやっぱり1時間はかかりますね。最初の出汁の温度っていうのは結構重要だったりするんですか？炊く前の
冷蔵庫に入れといたような冷たいだしやったら長いこと炊かんなんだけで、だし温めてから湯炊きみたいなことしたらもうちょっと早いわな。それはもう本当にその速さが変わるだけで味は特に影響ないんです。あんまりないね。これね、その初めちょろちょろ中パッパとか言うけども、あれは薪で炊いてた時の話で、最初からも強火で吹いたら弱火にして、あと10分で炊き上がると。まあ大体これで火止めといたところで結構ちゃんと炊けてる。ここまでいくと、もうあとはある程度弱火にして10分炊けばもう炊き上がる。はい、炊き上がりました。それから炊き上がったらもうペショッとなってでしょ。耳でこうやって聞いて外れるようなパチ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 っていう音がしたら、そこがもう完全に乾いて焦げとる状態やなと。それからお焦げが作りたかったらまたこれで強火にしてその音が聞こえるまでやっといたら、まあお焦げができるわね。でまあこのままで十分なんやけども、まあ、料理屋やからこう青いもんがあると綺麗に見えるんですよ。三つ葉やね。これは柚子振ったりするんやけどね、松茸の時はうちらは柚子は絶対振らへんけど、松茸の香りを消してしまうから、こういう時は香りないから柚子振ってもええと思うんやけども。これで出来上がりです。